こんにちは、みえこです。今日はね、以前から簡単にできる作品を作ってほしいとメインチャンネルで言われてましたので、このサブチャンネルでご紹介しますね。まずは裏布から用意しますよ。続いて表布とキルト綿ですよ。キルト綿を表布の裏にこのように置いて、これね、接着できるキルト綿ですよ。薄いものを選んでくださいね。プレスします。これね、しっかりプレスして接着してくださいね。そしたらミシンで飾り縫いをします。もちろん手縫いで縫っても大丈夫ですよ。半分に折って印をつけます。次ね、これね、ビーズですよ。何でもいいので、これ両面テープ、両面接着できるテープですね。これをビーズの裏に貼ります。そしたらこの裏側のテープを外して1個ずつ布の上に貼り付けます。こうするとね、縫いやすいんですよ。そしたら刺繍糸でも何でもいいので、このビーズを縫い付けてください。このようにできたらもう仕立てますよ。簡単ですね。で、これが裏布ね、中央に折り線をつけます。で、この2枚を合わせて縫います。縫い代ね、1.5 センチですよ。中央の印をつけた、折り線をつけたところが縫い始めですよ。コーナーね、丸くしたいときは型紙を使ってコーナーに丸い線を描きます。このようにね、描いてその曲線を縫うといいですよ。この紫のチェックの作品は四角いままで縫いますね。このようにできたら、この端の部分ですね、縫い代を隠すようにプレスします。そしたら布の端を縫います。
返し縫いしてくださいね。このようにできます。これね。次ね、先ほど作った表布ね、これを重ねますよ。このように合わせてキルト綿の端を縫います。裏と表縫い間違いのないように気をつけてくださいね。そしたら今針で留めた部分も縫います。キルト綿の端を縫いますよ。そしたら縫い代をこのように折ってキルト綿のある布に飾り縫いをします。そしたらこのようにできていますから、今度はね、ここね、縫いますよ。キルト綿の端を縫います。今度はこれね、このようにできていますから、縫い代の部分を簡単に縫い留めます。裏布が表に出ないようにここで縫います。3センチぐらい縫うといいですよ。紐入れる部分から表に返します。ここね、入れ口を次縫いますね。その前にしっかりプレスしてから縫うときれいにできますよ。先ほどステッチした線のそばをまず1回縫います。次に今縫った線から2センチぐらい離れたところをもう一度縫います。次は布の端を縫います。
あとは紐を通して完成ですよ。紐はリボンやどんなものでもいいので80センチぐらいの長さがあるといいですよ。でこんな感じでできますよ。これはオーガンジーのリボンを使いました。なぜこのチャンネルを始めたかと言いますと、昨年のことですね。視聴者の方からこのチャンネルを見て作品を作ってマーケットで販売しているので見に来てくれたら嬉しいなとご連絡をいただいたんですよ。とっても行きたかったんですけど都合が悪くて行けなかったので、ぜひ行ってみたいな、そして YouTube で皆様にご紹介できたらいいのになと思ったのが始まりですよ。そしてこの家に来た理由ですね。朝起きる時に鳥が起こしに来てくれたら幸せだろうなと思ったわけですね。考え事をするのは静かなところがいいんですよ。それからお散歩大好きなので景色がきれいなところに住めたらいいなと思っていたのがここを選んだ理由ですよ。というわけで今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。